はい、おはようございます。本日はですね、レークンベーコン、燻製の、ベーコンにチャレンジしてみたいと思います。はい。ちょっとね、ベーコン、作るのに時間かかるということなので、今日はですね、仕込みからそして燻製ボックス作成までということで、行いたいと思います。仕込んでからですね、塩抜きするまで、3週間から4週間かかると言われてますので、はい、今日は漬け込んで、ボックスまで作って、はい、次回、燻製をやっていきたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、それでは、ベーコンの、前処理、下処理をやっていきたいと思います。買ってきた、お肉が豚バラブロック、2つ買ってきました。はい。じゃあまずこちらをね、はい、出して、それで、お肉に対して 3% のお塩、その半分、の砂糖を一応これ入れました。それとあと塩コショウ胡椒ですね。胡椒ちょっと少々ということと、あとそうだ、これ入れてみよう。これなんだっけ、コストコで買った有機シーズニングミックスのこれ入れてみよう。これ入れすぎた。まあいいや、適当でこんな感じで。はい、まずよいしょ。豚バラ2つで、ここでフォークでこう刺すんですけど、なぜか我が家にはフォークがありません。なので包丁みたいなやつで刺していきます。なんでうちフォークないんですかね。フォーク使わないですからね。はい。ということで、こいつを揉み込んでいきたいと思います。よいしょ。はい、ジップロックに入れて、はい、そして空気を抜いて、はい、そしてこれで冷蔵庫で3週間放置したいと思います。ということで、
はい、はなちゃん、こんにちは。そこで監視中ですか？一言お願いいたします。ノーコメントですか？はい、それではですね、スモークボックス、冷燻用スモークボックスっていうのをね、作っていきたいと思います。豚バラ肉をですね、吊るしてスモークするという、スモークボックスですね。はい、こちらを作っていきたいと思います。はい、ということでね、端材をかき集めてきまして、それぞれですね、寸法に切っていきます。といってもね、今回の DIY はただ箱を作るだけなので、そんなちゃんとしたプッシュ構造でもございませんし、家具のような、作りではございません。ただ単に箱を作っていこうと、思っております。久々にね、丸ノコ、手作りしました、自作のですね、丸ノコ作業台、これで切っていきます。はい、それでは、スモークボックス組み立てていきたいと思います。はい、ということでね、皆さんはですね、燻製、スモークベーコンの作り方として、燻製の種類があるのをご存知でしたでしょうか。大きく分けてですね、ベーコンを作る上で、温燻、冷燻、熱燻というこの燻製の3種類あるそうなんでございます。はい、冷燻というのはですね、15度から30度ぐらい、数時間から数日かけてスモークする方法、加熱せずに煙でゆっくりと香り付け、食材の水分をゆっくり抜くと、生ハム、スモークサーモンなどによく使われていると。で、保存性が高いんであるが、食べる前に加熱が必ず必要となるそうでございます。そして温燻というのは、温度帯30度から60度ぐらい、1時間から数時間、スモークすると。で、少し加熱ながら燻製と、食材に香りとともに軽い加熱処理をすると、ソーセージやベーコンなどによく使われていると。で、そのまま食べられるけれども軽く加熱した方がいいということでございます。そして熱燻というのがございまして、熱燻は、70度から120度ぐらいで温度帯、約数十分から1時間程度、これが一番熱燻が短い、燻製となりますね。
特徴としては短時間で仕上げるハイパワー燻製と。で加熱調理と、燻製を同時にできていると。鶏肉や魚のスモークなどによく使われ、アウトドアでも人気があるということだそうでございます。ですのでね、基本的にはですね、パパッと仕上げるには熱燻が、多いとよく言われてますよね。数十分でできますので、熱燻と温燻はですね、火元を使ってですね、火でスモークチップなどを、使って燻製するというスタイルでございまして、今回私がやろうとしているのは冷燻と言いまして、温度が低いと、それとですね、数日かけて、スモークしていくという方法を試そうと思っております。でそうするとですね、長期保存が効くんだそうでございます。やっぱ温燻と熱燻というのは、加熱処理的にはされているんですが、保存期間が短いということで、冷燻の方は、保存期間が長いということだそうでございます。ですのでね、いざとなった時の、備蓄食料としてね、もし使えるのであればね、オフグリッド目指せオフグリッドのフットラボとしては、いいのではないかなと思いまして、ちょっと冷燻スモークベーコンをやっていこうと、思っております。ただね、冷燻といってもですね、ほぼ生の状態で、水分を抜いていく形になりますので、食べるときは加熱処理が必須ということだそうでございますので、基本的にはね、日本で売られているベーコンは、加熱処理をしてから食べてくださいということでございます。ということでね、適当に作ったスモークボックス、適当に長板をつけて蓋をつけてですね、マグネットキャッチをこれからつけましてですね、そして、簡単な簡易的なスモークボックスを、作っていっております。ですのでね、豚バラブロック肉もですね、塩漬けしてですね、ちょっと3週間様子を見ようかなと思っております。で3週間塩抜きをしてですね、それから、しょっぱいようであれば塩抜きをして、水分を十分に、抜いてから、スモークしようかなというふうに考えておりますので、次回にお楽しみくださいませ。完成です。こんな感じ。端材で適当に作りました。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、何でしたっけ、こちら燻製ボックスを作りまして、今ベーコンの方も仕込み始めましたんで、しばらくお待ちください。3週間から4週間ぐらいね、漬け込んで、それから塩抜きして、そして、スモークしていこうかと、思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。本日もありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月